皆さんどうも、テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役を演じています新ゆうきです。よろしくお願いいたします。というわけで始まりました東京リベンジャーズ YouTube の2回目となっております。もうアニメも放送が始まりまして、皆さんご覧いただけましたでしょうか。始まりましてご覧いただけましたでしょうか。もうね、もうワクワク、なんか痛い。この番組はですね、現在放送中のテレビアニメ東京リベンジャーズの魅力をより多くの皆様にお届けするよう、僕新ゆうきが泣き虫ヒーロー竹道の名に恥じぬよう体を張って、企画を体当たりしてどんどん頑張っていこうということになっております。というわけで前回は、1回目に関してはリーゼントの企画をしていったわけなんですけれども、今日もねメイクさんにリーゼントに近いような形で髪を上げていただいたんですけれども、ということで今すごく邪魔が入りましたけれども、本当に邪魔でした。この方がゲストに来てくださいました。それではどうぞ。俺が不良の時代を作ってやる佐野万次郎役の林修です。よろしくお願いします。めちゃめちゃかぶってたんですけど。いやいや、かぶってた？かぶってましたよ。本当に全然気づかなかったけども、全然気づかないなんてことおかしいじゃないですか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社のケンプロダクションの先輩ということで、あ、そうですね。もう本当に大尊敬しているのでよろしくお願いします。大尊敬、そんな謙遜してしまいますよ。でもさっき邪魔入ったんでちょっと考え直していいですか。そんだけで心狭いな。めちゃめちゃ緊張してる中ですごい緊張ほぐそうとしてくださってたんですか。あ、もうそれ当たり前じゃないですか。尊敬します。ここら辺のツアー持っとるから。ありがとうございます。リーゼントにしたんですよ前回。で、第1話目で第1話目でどうだった？もうすごいですよ。僕の髪質的にもなんか難しいって美容師のなおさんっていう方がいらっしゃるんですけど、もうこの道30年40年ぐらいやってる方で、リーゼントもバチバチにビシッと決めていただきました。そっち系の道に特化した人みたいな。そうです。なんだ、せっかくなんでパンチパーマとかにしてくれればよかったよ。じゃあもうまた違うキャラになっちゃう。まあちょっと直すのに時間かかるから。そうなんですよね。今日はどんな企画に挑戦するのか楽しみにしてください。はい。すごい不思議な漫画出たけどね。この後説明するんで。はい、わかりました。はい。それでは本日ゆうさんと一緒に YouTube でやる企画はこちら。衣装チームに突撃してみたです。今回はですね、映画東京リベンジャーズの衣装チームさんにお邪魔したいと思います。おお、なかなか潜入できるところではないですからね。そうなかなかもう見る機会ない、普段は絶対ないじゃないですか。というところで、東京リベンジャーズといえば、今僕も着てますけど、この特攻服、着てるね。特服、そうなんですよ、着てるんですよ。いろいろこう書いてあるんですけども、全部感じたね。全部漢字になってます。大丈夫？なんかデザインしてる人とかもゴリゴリのパンチパーマでなんかもう線で描いたような眉毛のなんかめっちゃいかつい人とかが作ってるとかないよね。いや、なくはないですよ。やめて。いやでもきっと優しく転がされるじゃないですか。転がされる。まあなんかあったらちょっとしんくんを盾にしたいな。いやもうなりますよ。僕はゆうさんの盾になりますよ。当たり前じゃないですか。先輩後輩なんで。今日はなんかその大事な儀式というか作業というか特別な作業があるそうなので、そこにゆうさんと一緒に突撃したいと思います。はい、わかりました。では早速行ってみますか。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。東京リベンジャーズ YouTube。ここですね。すごい、もうなんかすごいいろいろものがすごいね。歴史が詰まってるよね。詰まってますね。詰まりまくってるね。ここがワードローブですね。ワードローブ。うわ、すごい。靴とかもいっぱいある。めちゃめちゃありますね。1個ぐらいなんか持って帰ってもバレないんじゃない？ダメですよ。一番高そうなやつ持ってこい。ダメです。よろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。新ゆうきです。よろしくお願いいたします。はい、同じく佐野万次郎マイキー役やらせてもらいます林と申します。よろしくお願いします。宮本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ゆうさん仮縫いの方をしていただくということで。もう早速？もう早速です。いいんですか？いいんです。よろしくお願いします。こんなパンピーがいやいや、何をおっしゃいますか。立派ななんかやつ着ていいんですか？特攻服の仮縫いということなんで。はい。じゃあいいですか？見てください。お願いします。お願いします。
今までこういうトップ服を着る人にはねちょっと距離を保って生きてきた人間なんで、そうなんですか？ちょっとなんかもう入った瞬間に緊張しますけど、トコ服着るの初めてですか？当たり前だろ。初めてなんですね。いつ来てない着てるかと思ってました。じゃあ行ってきますね。はいかっこよくなってきてください。はい。お待ちしてます。ハードル上げないでください。わかりました。やめてください。わかりました。はいはいでは今ちょっとゆうさんが仮縫いをしている間、ちょっとせっかくなんでね周りも見ちゃおうかななんて思ってるんですが、これすごいですね。もう本当にいろんな、なんだこれ、学生シャツ見えますか？これ学生シャツとか日課ポッカ作業着、こういうのもだから作品の中で使われていたのか使われるのかこれからってところですよね。すごいな、いろんな衣装がありますね。すごいワクワクしますね。こういうなかなか入れないところですもんね。ゆうさん、なんか仮縫いができたということなんですが、できましたか？じゃあちょっといよいよ早速出てきてください。どうぞ。でおお、これが佐野万次郎です。全然声質違うけど、全然違いますね。前日の収録でちょっと声が枯れ気味ですすごくないいやすごいですね。あ、ブーツも履かれて、今これが仮の状態ということなんですね。そうそうそう、仮の状態なんだけど、もうでももうイメージはつきますね。そう、もうこのスタイル完璧でしょ。完璧ですよ。スタイルって自分のスタイルじゃないよ。いやもうそのマイイキーとしてのそう今なんか中でフィッティングさせてもらって、はいなんか襟とかもっと追加した方がいいんじゃないのとかいろいろなんか、その細かいところも。工夫を施してくださって今こういう感じになりましたよ。いやすごいですね。すごくないですもうか？仮の段階ですがもうかっこいいですよ。なんか強くなった気がするもん。本当ですか？ちょっと蹴っていいですか？嫌です。体を張る番組でしょ。じゃあ後で。M か。いいですね。でもすごい。いやすごい。こっからどんどんもっと仕上がっていくってことなんですね。でも今でも豪華なのにね、これでイベントになったらまた刺繍が入ったりとかするわけでしょ。そういうことですね。まあ今日が3月某日で、うん劇集会の上映会の前なので、うんみんなもうこれ見てくださってる方はもううん見てるがテロップが入るかもしれないですけど、映像が、うんいやここからワクワクしますね。ワクワクしますよ。なかなかこの状態で見る機会ないじゃないですか。ない、もう多分一生ないと思う。そんな気がします。特攻服を着る機会も僕もない多分本当にはね、二度となさそうだけれど、そうですよねこういうところにねお邪魔させていただくこと自体もないですからね。ちょっと一周してもらっていいですか？どんな肩のところから、あ、なるほど、形があって、うわ素晴らしい。踊ってあ、いいですね。足が痛い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 。無理はなさらず。無理はなさらず。いやもうアラフォーのダメージ。そこは無理ですね。で早速なんですけど、ちょっと入り口のところにちはいょっと見えちゃったんですけど、はいなんか賞状アカデミー日本アカデミー賞って書いてあったはい宮本さはいんですよね。はいあれはいつ取られ2013年。はい特別賞っていうのがあって、はいそれを結局日本アカデミーには、はい衣装メイク賞っていうのがないんですよ。はいそれで結局特別賞っていうのをいただいて、はい。でそれは衣装をずっとやってきたっていうのもあるんですけど、すごいですね。すごい人が目の前いるの。そうなんですよ。日本アカデミー賞状とかも見たのも初めてで、本当にすごいですね。賞状っての初めてだな。初めて。小学生の時なかったなんか。アカデミー賞の賞状ですか？あ、そりゃそうね。ないですよね。うんうんうんありますか？ない。ですよねごめんなさい。よかったアカデミー賞ない。今ゆうさんのマイキーと服の仮縫い、特攻服の仮縫いをしていただいたんですが、そもそも仮縫いって言葉ってなんかあんまり耳馴染みがないというか。そうですね。俺もどういうことなんだろう。そうですよね。もともとはテーラーとかから来てると思うんですよね。はい洋服を作る文化って要するにテーラーとか、はいはい。あとそのオーダーっていうのは必ず生地からデザイン画があって、はいでそれを合わせて要するにこういう形にしますよっていうの採寸がまずあるんですね。はい。はいで採寸をしてでこのデザインでこの生地で作りましょうっていう打ち合わせがあって、はで形にしたものが仮縫いっていうんですよ。でここからはい要するにご本人の体にここは先ほどねいいですかこの肩の話あ、もう全然はい。ちょっと慣れ型だったのでじゃあこはいこにパッと入れましょうかとか、はいそういうんでこう補正をしたりあとちょっとここはバランスはどうかなとか長さとかっていうのをやって本縫いがあるんです。
からそうするとそのご本人の体に合ったものができると。それでこれで体に合ったものができたところでえ刺繍をする。はあ。じゃないと結局失敗するじゃないですか。そうですよね。形が整ってないとええ確かに元も子もないというか。そうか、基盤を作るみたいなもんなんだろうね。そういうことなんですそうかもしれないですね。ね。すごまずは台本があっい。て監督と要するに細かい打ち合わせをしてこの役者さんがやるから、ええじゃあこのキャラクターとどういう風に合わせようかとか、はで監督と打ち合わせをしてい。はい。でそれから衣装合わせを、そこが一番大変ですよ。そう大イベントかもしれないですよね。要するに合わせて、合わせて。あとそこにご本人の意見が入ったり、あはと、監督が大体映画っていうのは監督が一番あ。まあ上なんで、そうかもしれないですよね。で監督が、ええいや僕はこっちの方がいいんじゃないかって言ってそっちにはい変わっていくってことなんですね。そうしましょうかみたいな。やはりその演じる役者さんがはいそういう風に見えるのが一番だと思うんですよ。やる役者さんがどういう風にしたらこの一つの世界観ができるかっていうのをやっぱりそれとはまた別のものにしないと、はい結局はねつまらないですよね。いや、まば衣と違うから装の力って強いですよね。いやすごいですよね。そうすると役者さんもやりやすいっていうのかしら。というかお芝居気持ちが入るん気持ちがですよね。ねスイッチが入るというか。ね着て気分強くなったみたいな強くなった人言ってましたけど、実際本当にそういうことなんでしょうね。俺がいる限り誰も負けねえんだよ。ありがとうございます。マイキーのセリフがいやそう聞けるとは。本番よりもいい感じで言えたかもしれないですね。言えたかもうわあ実写のですか、はうわ見に行ったな。あ、いや僕も見ました。映画館で見ました。やっぱあれはちょっと結局紀元前の話なんで、ええまあね原作とそれをどういうふうにこうあれは結構割と苦労しました。大変だったよね。だから結局ね全てが要するに特攻服とかそういうのは、ええ決まりもんじゃないですか。決まりもんっていうか、ええそこに要するに一人一人のキャラクターの私服の方が結構ね割とちょっと彼女がねずっと現場にいたんですけど、はい。大変だったと思います。竹道もだって変わったロゴのなんかね竹道服とか着たりしてますもんね。原作としてはなんか多分ですけどちょっとダサめの服装がいろいろ着てもらってそれで本当詰めてもうすごい数着てたよね。T シャツ1枚決めるのにも、はい。なんか1回着たやつもう一回着ようかって監督と要するにそうなんですね。ご本人と要するにこれもいいこれもいいこれもいいでも今度じゃあこれが要するに役に果たしていいのかとか、はい。結構着たよね。山のような、なんですね。へえ T シャツ1枚でもそんななんかたくさんの種類の中から選び抜いた1枚を着てるってことなんですね、映画の中でも。そうですね。いやそれはすパーカーとかうんラグラン T シャツとかは、はいもうここのロゴは全部デザインしていただいてそれ一点物というかほうそうなんですね。してもらいましすごいな。世界に1個しかないってやつですか。1個しかないってことなんですね。はあ。俺あと1点気になったことはいいですか、はいちなみにあっちに飾ってあるそこに飾ってあるやつってあ本当にはい映画のリベンジャーズで使ってるはい特攻服ってことですか、上マジっすか。初代総長って書いてあるということはマイキー役のはい吉沢亮さんが着てたやつ。実際着てたんですか、匂い嗅いでいいですか。ダメですよ。ダメダメですよ。お願いしますよ。本日は貴重なお時間をお忙しい中お話と仮にしていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございましたというわけで、はい衣装チームさんに突撃させていただきました。はい。いかがでしたか、ゆうさん。いやーもうね、まあ一つはですねすごく優しそうな方でよかったなっていうのが、そうまあですね。まあ一つの感想なんですけどもなかなかねやっぱりこういう特服なんていうのはさ着る機会もないじゃない。ないですね。だからもう本当に率直に嬉しかったのと、はいこのアニメのそのマイキーのさビジュアルとすごいやっぱり形がそっくりだったからですね。プロのなんか技を感じたなっていうのは思いましたね。なかなか普段聞けないようなお話をたくさんしていただきまして、うんしかもなんか本当にアカデミー賞を取った方ってすごい、だ初めてだねだった気がします。うんわかんないですけど。特攻服を着たキャラクターたちが活躍する、テレビアニメ「東京リベンジャーズ」なんですが MBS では第2話が、今日4月17日に放送となりますので、うんぜひ皆さん
見てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。さて次回はどんなことをやるんですかね。ちょっとまだ全然内容知らないんですけど、でもやっぱり体を張るっていうのがテーマですからね。そうなんですよどんどんハードルが上がってくるんじゃないですか。どんどんハードル上がって僕何させられちゃうんだろうっていうのがね今緊張してます。はいやでゆうさん本当に今日はありがとうございました。い。ありがとうございました。また来てくださいね。ああ、ぜひお願いいたします。多分。多分なんですね。絶対来てくださいよ。はいはい。もういつでも呼んでいただければ。よろしくお願いします。僕でよければ。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございまし皆さんもありがとうございました。というところでまたね。バイバイ。た。バイバイ。今回の動画が面白かった、これからも頑張れよと思ってくださった方は、チャンネルの登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。リクエストはコメント欄にお願いいたします。ありがとうね。